おはようございます。6月は黒川温泉に行きました。この日は雨のせいか、いつもよりも人が少なく、ゆっくり風呂巡りができました。食べ歩きスポットも色々とあって、目移りしてしまいましたが、夜ご飯のバイキングに備えて、うなぎのおにぎりだけで我慢しました。美味しかったです。正直レビューさんは辛口コメントするかもだけどね。黒川温泉は、雰囲気が良い旅館がたくさんある温泉街なのですが、今回は少し離れたところにある露天風呂があるホテルを予約しました。ビジホに泊まっちゃおうかとも思ったのですが、湯巡りのパンフレットにも載っているこのホテルが露天風呂もあって、黒川温泉にしてはお手頃価格だったので、予約しました。結果は大満足でした。フロントでチェックインした後は、とりあえずお風呂に入って、食堂で飲み放題食べ放題をして、部屋に戻ってベッドに寝転がり、そのまま朝まで眠りました。次の日はまた温泉街に戻って、洞窟風呂に入って帰りました。たくさん食べたので、しばらくは粗食でダイエット、と思ったのですが、自分たちへのお土産に買った、肉味噌やお漬物で、毎日、お米が美味しいです。そんな感じで、休みが少なすぎて、国内旅行しか行けない私の、6月の手取り金額は、約22万円でした。海外旅行はできなくても、日々、料理の腕を上げている、夫氏のおかげで、おうちご飯をエンジョイできています。今年の誕生日は、思いっきり仕事でしたが、夫が作ってくれた、タイの昆布締めやカルパッチョ、牛タンが待っていたので、何のために働いているのかと、じっと手を見つめて病んだりもしませんでした。夫から花をもらったのはいつぶりだろう。他にも急に思い立って言った。古民家カフェのランチが、美味しくてコスパも良かったり、プライベートは充実していました。仕事の方はですね、結構、できることが増えて、新しい部署の一員として、戦力になってきた気でいたのですが、先日、パートじゃないんだから、もっとあれもこれもやってくれないとと、お叱りを受けてしまいました。何年も前からいるパートさんの質問に、答えられるようになって、ちょっと調子に乗っていたので、正直へこみました。他にもですね、丁寧な仕事を心がけていたのですが、そろそろスピードアップしてねと、何度も言われるようになりました。でもまあ、ごもっともなことではあるので、やるしかないですね。前の部署にいた時みたいに、頑張りすぎて浮かないようにしたいものです。っていうか、パートだったら、今の状態でも OK ってことと思ったのですが、うちにいるパートさんたちは、私パートなんでそこまでできません。と、はっきり断れる方たちだから、あれもこれもできなくても、許されているだけだし、きっと私は、断れないか、断っても聞いてもらえない気がします。そんな感じで、部署移動できた時は、天国かと思った部署ですが、今は普通の厳しい職場です。だが前よりは良い。なんとか居続けられるように、頑張ります。ではまた。